皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。みんな待ってる三峡ダム。このチャンネルでは三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。4月24日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、深夜0時の時点でダムの水位は165メートル22でした。おとといと比べると3センチの上げでなかなか変化がありません。締め切りまであと50日を切り、大丈夫なのでしょうか。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の朝9時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒8060立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒13500立方メートル。差分については毎秒5440立方メートル。おとといと比べて上流の寸丹観測所はプラスの1380、三峡ダムもプラス1000。依然として支流の右溝からの流入量が5000を超えており、高い水準のまま。長江本流並びに支流の流量が増えていることから、三峡ダムへの流入量は13500と今年一番になっています。なお、長江の最上流金沙江にある巨大4連ダムのうち、高架波ダムの放流量は昨日朝8時の時点で毎秒2550立方メートル。前回に比べてマイナス10と絞ったまま、ほとんど変化はありません。一方、深夜0時の放流量は毎秒13100立方メートル。単純に割り算すると 42% の発電状況で14基前後の発電用タービンが稼働しているのではないかと推測されます。おとといと比べると再び放流を増やしているようです。三峡ダムと最上流にあるダムの流量についてデータを比較しながら現状を確認します。こちらは2月からおとといまでの流量の変化をまとめたグラフで、中国交通運輸部の発表データを可視化したもの。上が三峡ダム、下が高架波ダムを表しています。まずは高架波ダムについて、こちらは放流量と流入量に目立った変化は見られません。21日に放流を少しだけ増やしてそのままキープ。このダムは発電がメイン、1ヶ月前の放流レベルに比べると 50% あたりに抑えられているようです。次に三峡ダムの状況を見てみましょう。オレンジのラインの流入量は15日に上昇が止まりました。これは最上流の高架波ダムで放流を絞った影響だと思われます。冒頭触れた通り、直近で流入量は上昇傾向。先月の26日から見ると倍近くにまで増水。一方の放流量は段階的にその量を増やしていることがわかります。一見順調な調整のようにも見えますが、水位はじわじわと上昇しており、これはまずい状況。本来なら下げていかないといけない時期なので、解消するには放流量をさらに増やす必要があるわけです。せっかく最上流ダムで放流を減らしてアシストしているのですが、なかなか三峡ダムへの流入量が減らないのには理由があります。長江にはいくつか大きな川が流れ込んでおり、重慶市のすぐ下流側に右溝という支流があります。こちらは右溝の武流という観測所のグラフで、ご覧の通り、22日には毎秒5000立方メートルと、とんでもない流量を観測しています。冬場の渇水期間には200とか300しか流れないような川で、一時5000まで増えたのですから、長江よりも南側の地域で相当の雨が降ったことが推測できます。直近では減少傾向にあるものの、それでも3000ほどですから、しばらく三峡ダムへの流入が劇的に変わることはなさそうです。ここまでを一旦整理すると、最上流のダムは放流を絞り気味、途中の右溝からの流入量は高い水準のまま、このため三峡ダムへの流入はなかなか減らない。一方ダムからの放流は思ったほど増えておらず、ダムの水位はなかなか下がらないということになりそうです。なぜ三峡ダムからの放流量をもっと増やさないのでしょう。6月10日までに水位を145メートルまで下げて、洪水シーズンに備えるという目標を達成できないですよと、このチャンネルでは繰り返し言ってきました。ただ、今の下流側の状況を見ていくと、その理由がわかるかもしれません。
三峡ダムの100キロほど下流に、中国最大級の淡水湖の東堤湖というのがあります。その場所はここ。昨日やっと、東堤湖周辺の衛星写真が出てきたのでチェックするとあらびっくり。1ヶ月前までにはカラカラだった湖が、昨日には満水に近い状態になっているのです。残念ながら雲が邪魔して全容はわからないものの、3月の写真と比較すると、かなり増水していることは間違いないようです。湖南省の水門局が発表している累計雨量のお話は、何度かご紹介している通り、今年の4月、累計雨量が250ミリと、災害発生ラインを超えている地域がたくさんあります。加えて、東堤湖から南に流れる小江という大きな川があるのですが、この流域で洪水が発生しているという SNS の投稿も出てくるようになりました。真偽のほどは今の時点でわかりませんが、一度に多くの雨が降れば、川が溢れるのも不思議ではありません。もし、これからも雨が続くとなれば、災害発生の可能性も。このように、三峡ダムの下流地域では大雨で増水しているため、なかなか放流量を増やしてドバドバというわけにもいかない事情がありそうです。今のところ、あちらの管制メディアは大雨による被害は報じていませんが、今後の動きに注目したいと思います。Nishi Yang Channel。 天気予報サービスのウィンディで12時間の実績を見てみます。こちらは昨日の正午までの様子。長江の上流地域で少し雨雲が広がる程度、落ち着いているようです。一方で、下流の沿岸部近くでは最近、雨が多くなっています。次に、今後の予想を見てみます。しばらく目立った雨雲は見られませんが、週明けにはダムの上流で雨になりそうです。今日の三峡ダムの天気は最高気温が25度、最低気温が13度で曇りの予報。月末以降、香港やマカオ、海南島など南の沿岸部で大雨になる予想が出ています。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。中国 GDP5.0% 増、個人消費が好調、イラン攻撃の影響懸念、毎日新聞が伝えています。記事によると、中国国家統計局が16日発表した2026年1から3月期の国内総生産 GDP は物価変動の影響を除いた実質で前年同期比 5.0% 増だった。成長率は25年10から12月期 4.5% 増を上回った。2月の大型連休、春節の個人消費が好調だった。ただ、米国とイスラエルによるイラン攻撃後の原油、原材料価格高騰の影響も出始めており、今後は企業収益の悪化や消費の失速も懸念される。以上、中国 GDP5.0% 増、個人消費が好調、イラン攻撃の影響懸念についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ。今回の GDP 成長率 5.0% 増という発表だけを聞くと、中国経済はしっかり持ち直していて、個人消費も好調に見えるかもしれません。確かに、2月の春節大型連休で人の移動や旅行、外食などが活発になったのは事実で、一定の押し上げ効果はあったのでしょう。ただ、その後の動きを細かく見ていくと、違った景色も見えてきます。3月については、自動車販売が前年同月比でマイナス 11%、家具や建材関連も 9% マイナスと弱い数字が伝えられており、分野によってはかなり厳しい状況。相変わらず住宅市場の低迷が続いて、家具や内装材などにも影響が出やすく、消費全体が盤石とはとても言い切れません。4月はイラン情勢が大きく影響しそう。中国の統計は、良い面が強調されやすく、弱い部分が見えにくいと感じる人がほとんどではないかと。春節効果が出れば景気回復の材料とされ、逆に数字が弱ければ春節時期のズレなどが言い訳に使われることもあり、印象操作のオンパレード。あちらの GDP はざっくり3000兆円、日本は600兆円ほどですから5倍くらい。0.1 ポイント違っただけでもとんでもないお金になります。大きな数字だけでなく、現場の販売動向や雇用、不動産や企業収益など複数の指標を合わせてみれば、おのずと好調ではないとわかるでしょう。このチャンネルは日本で唯一定期的に中国三峡ダムの情報をお伝えしています。決壊だ崩壊だ大変だという煽り文句とは距離を置き、データを中心に現況を共有。三峡ダムだけでなく、他の国のニュースを合わせて発信していますので、ご興味のある方はこの機会にぜひチャンネル登録をお願いします。また、意図せずにチャンネル登録が外れていたという話もあるようなので、今一度登録をご確認いただければ幸いです。
日本の気象状況について確認します。こちらは、今朝8時までの6時間のレーダーの実績。南西諸島と太平洋側で雨雲が見られるものの、その他はまとまった雨はなさそうです。ライブカメラを見ると、晴れている地域と曇っている地域が半々といったところでしょうか。ニュースによると、にわか雨となるところもあり、降水確率は少し高めとのことです。いくつかある三峡ダムの役割の中には舟運、つまり船による輸送というのがあります。上流と下流の落差が100メートル以上あるため、大きな船を通過させるためには肛門といって、三峡ダムの場合、5段式のプールが用意されています。船を1段ずつ上げたり下げたりすることにより、下流から上流へ、あるいはその逆の航行が可能となります。2003年から一般に開放されて、すでに20年以上が経過。年々取り扱う貨物量が増えているということをあちらさんはことあるごとに宣伝しています。少し前までは三峡ダムの発電量が世界一になったと自慢げに報じられていましたが、2022年以降は記録的な干ばつのため、その話題は使えなくなり、今度は船の件で話題作りに必死のパッチ。日本の河川だとなかなか船による輸送となるとピンとこないかもしれませんが、あちらは車の完成車など結構手広くやっているようです。そのため三峡ダムでは水位の下限を145メートルに設定し、上流の重慶市まで大型船が行き交うことができるようにしています。逆に言うと、洪水の準備だからといって145メートルより下に水位を下げることはできません。水力発電もやりながら船の通行も配慮し、さらに洪水調節までする多目的ダムなので、いろいろと制約があるようですね。ここまでご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。ああも一つやなと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。